これより逆転裁判10周年記念特別法廷を開廷します。弁護側準備完了しております。検察側元用。皆さんなぜ疑問形なのですかな。いや、ここへ来たのこの招待状をもらったからなんですけど。目には同窓会って書いてあるんですよね。だからこれがそうなのでしょう。何しろ10周年ですからね。同窓会はいいとして、なぜ会場がよりによって法廷なのだ。深く考えるなよ。また増えるぞ眉間のシワ。そもそもこの招待状、最初から怪しいとは思っていた。差出人の名前がない。差出人不明ってこと？これはそう、何かの罠。そう考えるのが妥当だろう。それはなんともミステリーの匂いがしますね。待った！皆さんお待たせしたっす。糸の子刑事さん、久しぶりですね。なんだ、まだ下げられ足りないのか、貴様の給与。のっけからクラッときた。さすが三剣検事っす。それで刑事どうかしましたかな。そうっす、大変っす。事件っす。事件？この法廷の控え室で謎の殺人事件が起こったっす。ここに現場の写真があるっす。これが今回の殺人現場っす。事件の被害者はこの同窓会の主催者だったらしいっす。どうやら被害者はこの同窓会でいろいろ企んでいたみたいっすね。確かに必要以上にネタにまみれて死んでいるな。きっと事件の手がかりになるっす。例えばこのファイル、逆転裁判を知る制作スタッフの証言を集めた貴重な証拠品っす。さあみんなでやっぱり君の死の真相を解き明かせっす。逆転裁判か。なるほど、君との再会から10年、早いものだな。あの頃10年経ってこんな感じになってるとは想像もつかなかったな。そうだよね。そもそも続編が出るなんて夢にも思わなかったし。続編があると知っていれば私もこの国にとどまったかもしれない。ああ、死を選ぶだもんな。あれはちょっと早まったよな。これあんたたち事件に興味を持つっす。ほら、被害者は犯人の名前を書き残していたっすよ。とっても興味深いっす。やれやれ、相変わらず書かれてるな、迷いちゃんは。いやー、面目ない。なんていうか、容疑者代筆ってやつ？それでは始めましょうか。まずはこのファイル、制作スタッフの証言聞いてみるとしましょう。10年という時の重さが忍ばれる重要な証言でした。そうですね、とても懐かしい気持ちになりました。私としてはどうかと思うがな。どういうことですかな、三剣検事。振り返るのは好みではない。常に前を向き、前だけを睨みつけて進んでいく。それが私のスタイルだ。まあまあ、たまにはいいじゃないですか。せっかくの特別法廷なんだし。そもそもその特別法廷がくせ者なのだ。考えてみれば特別法廷こそこの私の屈辱の歴史。どういうことですかな。例えば初めての特別法廷、あれは2005年のことだった。ああ、確か蘇る逆転だったな。まだわからないのかい？迷いちゃんが遊んでいたのはこいつだったのです。なんだそれは。私のマシンよりも一回り大きいようだが。任天堂 DS だよ。シリーズ最新作蘇る逆転が発売されたばかりのね。どうやら
いきなりアリバイ成立のようですね。異議あり。私はいつも尻ポケットに入れて持ち歩くことにしているのだが、それでは尻ポケットに入らないではないか。異議あり。ここにゲームボーイアドバンスの取扱説明書があります。16ページ、はっきり書いてあります。ズボンのポケットに入れないでください。何？つまり三剣賢治、尻ポケットに入れている時点で君の取り扱いは違法だ。なんだと？尻ポケットが違法？三剣賢治、尻ポケットはやめた方がいいでしょう。私もどうかと思いますよ、尻ポケットは。あれ以来、私の尻ポケットはいつも空っぽだ。極端だね、三剣賢治。そしてその翌年。ああ、確か逆転裁判4だったな。今度の主人公は紅のスーツに身を包んだあの男。紅のスーツだと？そうなんだよ、みっちゃん。ついにあんたの時代が来たってことなのさ。まあ私としては主役などその興味はないと断言できる。だが時代が求めるのであれば答えるのにやぶさかではないが。三剣、残念だけどね、お前の主人公には決定的な矛盾がある。なんだと？この企画書、主人公の設定案、続きを読んでください。22歳の若き熱血漢が法廷を熱い炎で焼き尽くす。お前いくつだよ？確かに常に前を向き、前だけを睨みつけているスタイルだな、お前。うるさい！しかしこうして振り返ってみると特別法廷以外にもありましたね。ゲームの世界から離れた作品たちが。まあそうですね。例えば2008年のオーケストラコンサート。これよかったよね。私胸が熱くなっちゃったよ。最後にゲスト指揮者でのこのこ出てきて見事にミスして帰った男がいたな。リハーサルではできてたのにって後で触れ回って失笑を買ったらしいね。そしてもう一つ、宝塚歌劇団逆転裁判よみがえる真実。駆けつけた時にはもう死体があった。ならあなたは被告人が刺した瞬間を見ていないのではありませんか？あなたは現行犯逮捕と証言しましたが、殺害の瞬間を見ていないなら現行犯じゃないじゃないですか！僕たちもみんなで見に行ったけど感動しましたね、あの舞台も。そうそう、誰かさん幕が上がって10分後にはもう号泣してたもんね。え三剣賢治、あれ万年筆を落としたようだ。私に構わず進めていただきたい。何はともあれゲームの枠を超えてゆくその前向きな心、素晴らしいですな。ちょっとこいつを見てほしいっす。やっぱり君の死体のそばにこんなものが。なんだ、まだいたんですか、いてのこ刑事。なんだとはなんすか。あんたの親友が殺されたっすよ。ちなみにそのビデオテープは何ですかな？ラベルにはコラボレーション情報と書かれているっすね。2本とも謎で極秘なマル秘のデータが赤裸々に録画されているっす。しかし興味ビデオテープとはな。大方逆転裁判3で時が止まってるのだろう、やつも。コラボレーション、気になります。一体どういう意味なのか。それは重要な証拠に間違いないっす。今こそチェックしてみるっす。皆様からの温かいお言葉、心の底まで染み渡りました。いや、なんというか照れちゃいますね。調子に乗らないことだ。なるほど、龍一。
何も貴様だけが逆転裁判というわけではない。確かに世間ではかなりのもんらしいからね、三剣賢治の人気。なるほど君と三剣賢治、一体どちらが人気があるのか。気にならないと言えば嘘になる。と言っても嘘ではないと言えなくもない。素直に気になるって言えばいいのにね。おっと、どうやらここで自分の出番さ。あれ、まだいたんですか、板野子刑事。だからあれじゃないっす。親友の死をもっと胸に刻むっす。ここにとっても興味深い最新のデータがあるっす。被害者のやっぱりくんが今日のために集めた必殺のアンケートさ。あなたはなるほど派、三剣派。なるほど、興味がなくもない。好きなセリフはなんてのも面白いね。私これが気になる。ズバリ好きな音楽は？それではまずは好きな音楽を見てみるとしましょうか。今回のアンケート、最も票を集めた曲はこちらです。ああ、この調べ、確かにこいつを聞くと思い出すな。ああ、僕も思い出すよ。お前が白目をひんむいてぐるぐる拳を震わせている姿をな。お前が白目をひんむいてぐるぐる拳を震わせている姿をな。どちらが追い詰められているかはそれぞれの主観ということですな。複雑怪奇な男心ってやつですね。続いて票を集めた曲はと、これは一旦置いといて、その次に票を集めた曲はこちらになります。お、これはまよいちゃんのテーマだね。可愛い曲だよね。私にぴったりの。なんだ、視線を感じるが。いや、こういう曲お前のバッグには似合わないなと思って。余計なお世話だ。ちなみにやや少なめではありますが、この曲も票を集めておりますね。お、ハミちゃんの曲だよ。これも可愛いよね。なんだ、視線を感じるが。やっぱり似合わないな、こういう曲。悲しいほどに。だから私で遊ぶな。それでは続いて票を集めたのはこの曲です。おー、いつ聴いても渋いね。なんだかんだで持っていくよな、あのマスクの人。かつては優秀な弁護士だったそうだな。検事たちが煮え湯を飲まされたとか。なるほどくんも飲まされたっけね。煮えコーヒー、こんな感じで。熱くて苦い思い出かな、今となっては。そして次に票を集めたのはやはりこの曲ですな。お、ついに来たね。このまま出ずじまいだったらどうしようかと思ったよ。ちなみに私の曲はどうなっているのだろうか。もちろんあなたのテーマ曲にもたくさん票が集まっておりますよ。ただ残念ながらカルマメイ検事の曲と票が割れたのが痛かったですな。異議あり。これはイントロ以外は私のテーマ曲の使い回しではないか。以上、好きな音楽のアンケート結果でした。まあやっぱりある種予想通りの内容だったかな。そうだね。私も大好きな曲ばっかりだったよ。異議あり。裁判長、そんなことで私を騙せると思わないことだ。何ですかな、三剣検事。私は忘れていない。先ほど2番目に票を集めた曲、あなたはあえて触れなかった。2番目？
さすがは三剣賢治ですな。実に鋭い。よもや間違いはないだろう。その曲とはもちろんそうか。追求追い詰められてに続いて票を集めた大人気なあの曲。本日はスペシャルゲストによるステージでお届けいたしましょう。それではお願いします。時が流れても色あせないものがある。今のステージを見てそう感じた。それではもう一つぐらいアンケートを見てみましょうか。じゃあこれがいいな。好きなセリフランキング。そうですね。せっかくだからやってみましょうか。やってみるって何をですか？今よみがえる名台詞の再現。せっかくご本人がいるわけですから。そうだね。ゲームではおしなべてポポポなわけだし。でも改めて言われるとちょっとあれだよな。三剣。私としてはまあ別に要望があればやぶさかではないが。乗り気だよ、三剣賢治。それでは始めるとしましょうか。本人たちによる名台詞ベスト5。まずは第5位。おお、これは心に残る賢治の名台詞ですな。ちなみに私ならば準備はいつでもできているが。それでは三剣賢治お願いします。男が泣いていいのは全てを終えた時だけだぜって私のセリフではないではないか。まあちょっと似てたぞ。続いて、おお、今度こそ三剣賢治、あなた自身のセリフです。今口元がちょっと緩んだね、三剣賢治。ではご本人による再現オーバー。三剣賢治お願いします。そういうあれは困るって私はもっといいことを言っている。私はサイコロ嬢とか好きだな、三剣賢治っぽくて。続いて第3位。今度は弁護士のセリフですな。僕ですか？それではなるほどくん、一つ良い声でお願いします。はい。発想を逆転させるの、なるほどくん。ってこれあらゆる意味で僕が言ったらダメじゃないですか。まあちょっと似てたよ。続いて第2位はこちらもまた弁護士のセリフですね。もちろん早里弁護士の言葉ですが、それではお願いしましょう。弁護士はピンチの時こそふてぶてしく笑うものよ。さすがお姉ちゃん、五臓六腑に染み渡るな。七点抜刀の挙句聞かされる言葉だけどね。ちなみに君がその言葉を実践しているの私は見たことがないな。そんなことないぞ。いつもふてぶてしく笑ってるだろ。ほらその不埒な顔、別の意味でふてぶてしい。さて、名台詞再現コーナーの途中ではありますが、残念ですが逆転裁判同窓会終了の時間が来てしまったようです。第1位のセリフまだ聞いてないのに。それにまあ私自身はどうでもいいと言えばいいのだが、あなたはなるほど派、三剣派、はっきりさせるべきではないだろうか。この会場の並みいる傍聴人の方々も気になっていると察するのだが。確かにそれは聞いておきたいかもね。なるほどくんなるほどくんってなんで目をそらすの？裁判長、弁護側としては早急なる平定を希望するものであります。勝ちのイメージはみじんもないんだね、なるほどくん。さあいかがか裁判長。まあ
それについてはご想像にお任せするとしましょう。なぜか理由をお聞きしたい。ここへ来てわざわざ新たな1ページを付け加えることもありますまい。あなたの特別法廷の屈辱の歴史に。それはもしかしてまさか。いや、気にしないことです、三剣検事。ほんのちょっとの差でした。こんな日もあります。ドンマイ。さて、今回の同窓会いかがでしたかな、ご両人。いやー、やっぱりいいですね、こういうのも。だいたい最初から嫌な予感をしていたのだ私は。そもそもあの男からの招待状というのが不吉の始まりだった。常々思っていたが、さっきのあれまだ糸を引いてるみたいだね、三剣検事。言いたいことは大きな声で言っておいた方がいいぞ、三剣。つれづれにやいのやいの。その方がすっきりしますからね。ではお言葉に甘えてそうさせていただくとしようか。それでは心に残る名台詞その第1位で締めくくるとしましょう。今回は三剣検事にお願いいたします。今も熱く心に残る例の一言を。心得た。皆さんもご一緒に準備はよろしいですかな。はい。もちろん。それではいきますよ。せーの。また。いや、なんすかこの終わりそうな空気。なんですかな、刑事。まだ事件が解決してないっす。やっぱり君の死の真相、真犯人は。そうでした。いかがですかな、三剣検事。問題ない。こんな言葉がある。事件の陰にやっぱりやはり。そう。奴ならば事件の陰にでも放り込んでおけばいい。おお、さすが三剣検事。いつもながらうまいことまとめますな。せめて最後に一つだけこいつを見てほしいっす。やはり尻ポケット。なんだこのシンプルなマシン。スマートフォンさ。スマートフォン。それはスマートな、それはフォンス。空っぽなお前の尻ポケットの新しい恋人が見つかったみたいだな。貴様こそそろそろ新しいのに買い替えたらどうだ。それでは最後にもう一つ、この証拠品について関係者たちの証言を聞いてみることにいたしましょうか。10周年。こうして私たちがご挨拶できるのも遊んでいただいた皆さんのおかげです。それでは最後にこの私から心からの御礼を申し上げて本日はお別れしたいと思います。待った！裁判長、ちょっと待ってください。僕たちのこと忘れてもらっちゃ困るな。おお、あなたたちも駆けつけてくれたのですね。ええ、記念すべき同窓会、見逃す手はありませんからね。ところで裁判長、一つ気になることがあるんだけどね。何ですかな？好きな音楽のアンケート、あの曲はどうだったのかな？あの曲、ガリュウ検事、それってもしかして。僕たちガリュウウェーブ最大のヒット曲さ。もちろんね。確かにしっかり票を集めておりましたよ。ガリュウ検事。ああ、最後を飾るのはやっぱり僕たちさ。おでこくん、本邦初公開ラブラブギルティスペシャルステージでお届けするよ。待った！おい！何ですかな、あなたは。なあ、被害者のやはりまさしです。俺殺人事件の件なんですけど、
未解決ってなんだよ。冷たすぎるってもんじゃねえかよ。何分最初からやや見えすいていましたからね。じゃあ最初から分かってたってのが俺のことを。俺のこの腕はギリギリ締め付けていましたよ。気づいてなかったのはあの気の毒な刑事さんぐらいだろうね。それにしても普通気になるだろ。この DVD とかさ、わざわざ口に加えて死んでたんだぜ。こんな美味しいネタに触れないで終わる手があるかよ。それではいよいよアンコールをお願いしましょうか。Let's rock! いつかまた機会があったらお目にかかりましょう。その時は俺にも熱い一言があるからな。なるほど。それでは最後にもう一度皆さんご一緒に。